洗い物しながらゴキブリ出た。本当になんか本当に叫んだね。すごくびっくりした。それ見ると本当に考えられなかった。でも友達に言ったら、ああそれは普通と言われて、どういうこと？化粧もちゃんとしてて、すげえびっくりした。でちょっと羨ましい感じだった。じゃあこんにちは、バレンティナです。今日は日本に着いた時の驚いたことに関して話したいと思うね。もちろん行く前にいろいろなんか準備したけど、日本はどんな感じとか分かるように準備したけど、それと本物は全然違かったから、最初ショックいっぱいやった。1話目は日本に着いた時はまだコロナの時だったから、最初の多分2週間ぐらい出れなかったね。だから最初のなんか日本とのコンタクトは食べ物のデリバリーだったね。で日本のそこまでのニュースとか期待できるとかのことはよくアメリカ人から聞いたから、ポーションはみんなちっちゃい言ってたからちっちゃいと思ってたね。でもなんか私私考えなかったのは、アメリカのポーションでかいでしょ。イタリアのコストコとか行ったらね、だからそれ考えなくて、日本のポーションもちっちゃいかと思ってて、すごくでかかった。イタリアより全然でかかった。でその前日本人の友達イタリアに聞いて、イタリアの食べ物そんなに食べれなかったから、それでも日本のポーションちっちゃいなと思ってたね。でもそれでももちろんイタリアの食べ物違うから、それで食べれなかったと思うよね、普通に。で最初のデリバリーとかして私1ポーション全部食べれなかった。なんかイタリア人として家族の中とかにさ、私めちゃくちゃ食べるけど、でも最初すごくびっくりして、食べ物も近かったからね、それあると思うけど、1ポーションいつも覚えれなかったね。で特に4月についてでもまだ最初の多分数日ぐらいまだ冷蔵庫もなかったから、すごくもったいないだったけどそうなんかそんなには少なかったけど、特に肉とか飽きたらさ食べれないでしょ、その後。でもそうね、それすごくびっくりした。でもめちゃくちゃ焼きそばとかカップ焼きそばとか食べれたよね。なんかそういうコンビニの食べ物とかさ、イタリアでないでしょ、そういうの。あっても辛もそうだけど、カップ焼きそばとかこっち5ドルぐらいでしょ。だから日本に行ってコンビニの食べ物とかってそれめちゃくちゃ食べれたけどめちゃくちゃ食べてたけど、そうだね。でもポーション、例えばなんか店に行ったら定食のやつとか、なんか私にとってすごくでかかった。で食べれなかった。特にさ、米めちゃくちゃ食べるじゃん、日本人。私米なら多分半ポーションぐらい食べるかな。今もっと食べてるけど多分慣れてきたけど、そんなにでかいポーションとか絶対食べれない。だからそれ一番すごくびっくりした。本当に日本と最初のコンタクトとして、イタリアの友達と話して、本当はポーションでかいと言ったらみんなびっくりしちゃった。じゃあみんなイタリアで日本に来たことない人はそういうイメージあると思う？そうだよね。それもさ、イタリアからのイメージはよく日本人めちゃくちゃ薄いイメージあるでしょ。遅い、遅いイメージあるでしょ。だからそれからもうなんか全部含めて日本人のポーションちっちゃいと思いやすいでしょ。なるほどね。そうだね。だからでもさ、例えばラーメンのボール一つ考えたらそれでかいじゃん。イタリアでそんなに絶対食べない。なんかイタリアのパスタのポーションさ、
だいたいめっちゃ食べたら 100g とか 120g とかで、それでなんかめちゃくちゃもう十分と思えるね、おかわりする人もちろんいるけど、だいたいポーションは 80g から 120g までね、パスタのポーションでもラーメン どのぐらいポーション一つ、麺だけならでも100とか120とかで同じぐらいだと思う。200あれはジロだけ違う。そうジロはちょっと別。なるほど。でもジロみたいのやつさ、イタリアで思えないよ本当に。本当に考えれない絶対。そういうでかいやつ。Anyway。そうね、そういうイメージあるよね。2番目は店に入ったらだいたい日本で挨拶されるでしょ、いらっしゃいませとか。もちろんイタリアでも他の国でも店に入ったら挨拶されるけど、普通になんかヘロとか言われて、で客もヘロとか言うでしょ。でも日本のいらっしゃいませにさ、客何も言わない方がいいでしょ、逆に。なんか言ったら変かな。それなんか特に誰も考えないから誰も言ってくれないよね。だから私なんかまだもう少しなんかシャイの感じだったから、入ってもなんか日本語全然できないと思ってて、別になんか一番目の考え方はできるだけ話さない方がいいと思ってた。話したら間違えるから。なるほどね。だからいらっしゃいませと言われても私何も言ってなかったね。ただなんか頭でこういう感じでしてこれだけで大丈夫かなと思ってた感じ、だけどさイタリア人としてとかさ、それ言われると同じこと言った方がいいかなと思っちゃうよね。もちろん今分かったらめちゃくちゃなんかバカなことと思うけど、その時ね。だからなんかなんかそれの意味分かったら挨拶されるけど何も言わない方がいいと分かったらそれびっくりしちゃったね。 OK、 3番目は虫めちゃくちゃ日本にいる。でなんかもちろんイタリアでもいるね虫普通に、でも例えばさシンクからゴキブリ出ると思うわけないイタリアで絶対。そういうことだったらすごくびっくりして怖いよ、なんか家なんか問題あると思っちゃうよね。なるほどね。なんかそういうのさ出るならもちろん汚いから出る場合あると思うけど、だいたいそのチューブの中に入ってるからそれから出るね。だからイタリアでそういうことあるなら家のチューブなんか問題あるからそれ直した方がいいと思うよね普通に。だから初めてそれまだ宇都宮に住んでたよね。本当に多分最初の1ヶ月ぐらいで洗い物しながらゴキブリ出た。日本に住んでる友達だけどイタリア人だよね。電話しながら洗い物してでそれ出た。本当になんか本当に叫んだね。すごくびっくりしたそれ見ると本当に考えれなかった。でも友達に言ったらそれは普通と言われてどういうこと友達も長く住んでたからさ言うの多分考えなかった。いやその後なんか話しながらもう言ってたかと思ってたと言ってた。でなんか言ってなかったよ。ごめんねってでもなんかすごくびっくりしちゃって、で虫のなんか殺すやつ、殺すスプレー家でまだなかった。それいつよか全然思わなかったから絶対でも下の隣の人はその人同僚だったからちょっと知ってて返してくれたけど、なんかその人もすごくびっくりしたと言ってたね最初で。それで殺してでずっとちゃんと家にスプレーにあったその後でも
すごくびっくりして、なんかまだ考えたらまだキモいんだよね、本当に。めちゃくちゃそうだね、キモい。それ家に普通にあるの絶対思えない。でも日本、北海道だったらゴキブリ出ないって言うけどね。じゃあ今度日本に行ったら北海道。北海道がいいかもね。でも寒いとこ好きじゃないでしょ。ゴキブリより寒いがいいそれも今カナダにいるからさ、それ言っても。それも北海道さ、食べ物美味しいでしょ。うん。カニ美味しいでしょ。カニとかね、そういううん海の食べ物美味しい。北海道行く。じゃあそれで、そうだね、3番目 Anyway、 すごく虫のことでびっくりした。めちゃくちゃ怖かった。 OK、 4番ね。そうね、次のはちょっと悪いことと思われる可能性あると思うけど、特に悪いこととして言ってなくて、ただびっくりしたね。でもよくさ、最初もちろん英語そんなになんだっけ、最初はもちろん日本語そんなにできなかったけど、だいたい日本人の友達とかとさ、日本語しか話さなかったね。でもよくびっくりしたのは、例えば店に入った時とか、日本人と日本語で話しながら入っても、英語のメニューいるかとか、英語しか話せないとしてなんか来たのはね、それはちょっと分かんなかったね、最初。なんかもちろん日本人じゃないから、それも思われるか分かるけど、ただ顔で日本語できるかどうか思われるのちょっとびっくりしたね。日本人もちろん顔でよく日本人かどうか分かるでしょ。でも例えばイタリアでイタリア人でもいろいろな顔とかなんかいろいろな違う人いるから、特に顔でイタリア語できるかどうかと思えないよね、普通に。だから日本に行ってただこの顔だから日本語できないと思われるのびっくりした。特に日本語喋りながらでも思われたからね。で逆に日本人と日本語喋った時、例えば自分でよく日本語喋ってるでしょ。でも新しい人と会ったら自分でね、もうみんなと日本語喋ってたから、もちろん他の人も普通に日本語で喋ってきたけど、よく会話の中で会話しながらハーフかどうか聞かれたね。ただ日本語喋ってたから、それなんか国籍となんか喋ってる言葉そんなに関係あるといつも思わなかったから、それでびっくりしたね。そんなに思われるのちょっと面白かったけどね。なんか普通に白人っていうかラテン系の人ももちろん思われるけど、なんか日本人のアフと思われる、と考えたことなかったね。だから日本語話してるからそれも思われるの面白かった。逆になんかこの顔での感じあったねもちろんアフでもなんかいろいろな違う顔の人いると分かるけど面白かった。ただOK、じゃあ5番だっけ。5番なんだっけ。そうだね。なんか日本人はよく使う言葉は外国人ってのはイタリア語でさそういう意味の言葉あるけど、なんかストラニエロかストラニエラっていうね。で意味は外人だけど普通は使わないだよね。めちゃくちゃ年のおばあちゃんとかたまに使うけど、たまにイタリア語で使わなくて地元の弁で話すとき使うね。だからなんかイタリアで外人っていうか普通はその人の国籍使うね。
そういう話したかったらね。だから日本に行ってどこから来ても外人と言われるのすごく面白かった。なんか外人こういうことするねと言われて、なんか私イタリア人として例えばさインドの人と同じことすると思ってんの？インドの人っていうかフランスの人もイギリスの人もさ、みんなさ国の中でもで国の中の街でもみんな全然なんか違う文化めちゃくちゃあるでしょ。だからイタリア人だからアメリカ人と同じ感じで外人って言われるの面白かった。めちゃくちゃ特になんか外人だからそれあるねとか言われる。そうね、それすごく面白かった。全然なんかそれ思わなかった。1個前に OK。 じゃあ最後6個目。日本人の女の人はめちゃくちゃ化粧とか服とかずっとちゃんとしてるのすごくびっくりした。なんかイタリア人そういうイメージあると分かるけど、イタリア人の女性なんかそういうイメージ、女性だけじゃないと思うけどね。男の人もそうだね。スーツとかいいの着てるイメージある。多分見たことないイタリアでもさ、スーツとイタリアのスーツって多いじゃない？そうだけどあんまり聞かないよ普通に。なんかビジネスの中でもさ、私ビジネスのミーティングに行った時もスーツ着てる人すごく少なかったよ。anyway そういうイメージあると分かるけど、逆に例えば私の友達の中女性でも化粧ずっと化粧する人より化粧しない人の方が多いと思うよね。私も普通はしないよね。なんかするとちょっとめんどくさい感じあるけど化粧するときね、だいたいそんなにしない、たまにしかしないね。でも日本人の女性はすごくて、ずっと化粧も服もずっとちゃんとしてて、それびっくりした。でちょっと羨ましい感じあったなんで羨ましいの？私一番ちゃんと服着るとかなんかこういうのがいいけど、ちゃんとなんか可愛い服着てちゃんと化粧するのなんか時間もったいなくてちょっとめんどくさいと思っちゃうよね。でも日本人の女性はなんか全然問題なく感じでずっとやってるから、それで本当にそれできると羨ましい。もちろんその人にめんどくさいかどうかわかんないけどね。でもなんか普通にしてるからめんどくさくないかなと思ってたよね。多分なんか慣れてるかな。で一番びっくりしたのはジムに行った時、普通にそんなに女性いなかったけど、行った時は多分みんなじゃなかったけどよくちゃんとの化粧で行ってた人いたよね。それですごくびっくりした。私朝から化粧してて、直接仕事の後ジムに行ったら私も化粧取らないけど、でも逆にそれ取るのめんどくさかったからね、時間なかったし、よく通名の時なんか9時に仕事終わって9時半にジムにいた感じだったから、それちょっと難しかったね。でもずっと化粧するのを本当に考えれなかった。でもみんななんかすごくずっとちゃんとしてて、服もすごく可愛くて、それびっくりした。それもなんかずっと服可愛かったけど、私店に行った時さ私もちろん日本人の体ないと分かってたけど、店に行ったら一番大きいサイズはなんか可愛い服の店ならさ、一番大きいサイズは M と言われて、私その M の中に絶対入れなくて、すごくなんかどういうことと思ってたよね。なんかイタリアで別に大きくないよね、私なんか普通ぐらいだから M はちょうど良かったね、イタリアで。でも日本について L かXL しか入れなくてすごくなんか日本人の女性遅いねと思ってた。なんかすごいね
と思ってた。でみんななんか特にそのさっきポッシュのサイズの話したでしょ。でなんか食べに行った時は女性もなんかちゃんとそれ全部食べてたよね。普通になんかもちろん食べてない人もいたけどだいたい全部食べて、でそれでもそんなに遅くてすごいと思ってたよね。なんかちょっと遅すぎるとかの時も思ってた時もあったけど、だいたいなんかそうだね、女性そんなに体に気をつけたことはすごく驚いたね。じゃあ今日はこのことで終わりすると思うけど、ビデオ見たら他のなんか興味あることとかあったらコメントで教えてください。で今日見てくれてありがとうございました。バイバイ。